魔法のバイオリンと時空の冒険。プロローグ。ある静かな夜、星が瞬く空の下、若きバイオリニストのリリーはジョネの古本屋で古びた楽譜を手に入れました。その楽譜にはなんと伝説の魔法のバイオリンの秘密が記されていました。リリーはそのバイオリンを手に入れることで時空を超える力を得ることができると知り、冒険の旅に出ることを決意しました。第一章、時空の扉。リリーは幼い頃からバイオリンに魅了されていました。彼女の母親もまた優れたバイオリニストであり、リリーにとってバイオリンは母親との絆を象徴するものでした。母親を亡くした後、リリーはその思い出を胸に魔法のバイオリンを手に入れるために古い音楽堂の地下に隠された時空の扉を探し出しました。バイオリンの音色が扉を開く鍵となるはずなので、リリーはバイオリンで美しいメロディーを奏でました。すると扉がゆっくりと開き、光があふれ出しました。第2章、過去への旅。リリーは時空の扉を通じて過去の世界に足を踏み入れました。踏み入れた途端、そこには死にかけた犬が生き絶え台に横たわっていました。リリーは犬の命を救うために遠い昔おばあさんから聞いた伝説の魔法の動物病院を探しに森に入りました。深い森の中を歩き続けると、木々の間から不気味な音が聞こえてきました。リリーは恐怖を感じながらも犬を守るために前進しました。疲れ果てたリリーの目にようやく奇妙な光が見えました。第3章、伝説の魔法の動物病院。リリーは深い森の中に隠された伝説の魔法の動物病院を見つけました。病院の外観は古びた木造の建物で、ツタが絡まり、まるで自然と一体化しているかのようでした。彼女は犬を抱きかかえ、涙を流しながら病院の扉を叩きました。扉を開けると、内部は驚くほど明るく、暖かい光に包まれていました。多くの見放された動物たちが治療を受けており、病院の中には奇跡の妖精たちや人の姿に変身した魔法使いたちが忙しそうに動き回っていました。彼らは魔法の力でさまざまな動物たちを治療しており、その光景はまるで夢のようでした。どうかこの子を助けてくださいと必死に訴えるリリーの声に、妖精たちは優しく微笑み、温かい言葉をかけました。リリーは妖精たちに助けを求め、犬を治療してもらうことにしました。妖精たちは優しく微笑み、リリーの不安を和らげるように温かい言葉をかけました。第4章、奇跡の妖精治療。妖精たちはリリーのバイオリンの音色に合わせて優雅に舞い始めました。リリーの演奏が続く中、光り輝く魔法の光が犬の体を包み込みました。犬の目がゆっくりと開き、弱踊りじしかった呼吸が次第に力強くなっていきました。リリーの目には涙が浮かび、彼女は犬の頭を優しく撫でながら、ありがとうと妖精たちに感謝の言葉を伝えました。第5章、未来への旅。リリーは過去の世界での冒険を終え、次の目的地である未来の世界へと向かう準備を整えました。彼女は深呼吸し、時空の扉の前に立ちました。次はどんな世界が待っているのだろうと心の中でつぶやきながら、
バイオリンを手に扉を開きました。暗い光が彼女を包み込み、未来の世界への旅が始まりました。未来の世界では、空を飛ぶ車やホログラムの広告が街中にあふれ、魔法と科学が融合した驚くべき技術が広がっていました。リリーは新たな仲間と出会い、彼らと共に未来の脅威に立ち向かうことになります。新しい世界に足を踏み入れたリリーは、胸の高鳴りを感じながら未知の冒険に心を躍らせました。第6章、未来の仲間たち。リリーは未来の世界で新たな仲間たちと出会いました。ホログラム戦士のリアムは、かつて科学者だった父親の研究を引き継ぎ、ホログラム技術を駆使して戦うことを決意しました。ナノテク医師のエリカは、幼い頃に重い病気を患い、ナノテクノロジーによって命を救われた経験から、他人を助ける医師の道を選びました。バーチャルリアリティエンジニアの会は、現実と仮想現実の境界を越える技術に魅了され、その力を仲間たちのために使うことを誓いました。瞬間移動士のミラは、家族を守るために瞬間移動技術を学び、サイバネティクス戦士のレオンは、事故で失った身体の一部をサイバネティクス技術で補い、超人的な力を手に入れました。第7章、未来の脅威。リリと仲間たちは、未来の世界で昔から敵対している悪魔のマイディの一族が再び力を取り戻し、世界を支配しようとしていることを知ります。彼らは強力な魔法とテクノロジーを駆使し、リリたちを追い詰めます。リリは仲間たちと共に、マイディの一族との戦いに挑みました。リアムのホログラム分身が敵を混乱させ、エリカのナノロボットが仲間たちの傷を瞬時に治療します。カイは敵を仮想空間に閉じ込め、ミラは瞬間移動で敵の背後に回り込みます。レオンのサイバネティクスの力が敵を圧倒し、リリーのバイオリンの音色が戦場に響き渡ります。その音色は仲間たちに勇気を与え、敵を狂ませました。リリーは全力でバイオリンを奏で、魔法の力を解き放ちました。敵のリーダーが嘲笑う中、リリーは最後の力を振り絞り、仲間たちと共に勝利をつかみ取りました。戦いの後、リリーは仲間たちと共に勝利の喜びを分かち合い、未来の世界に平和を取り戻すことができたことに感謝しました。第8章、魔法の楽器の探索。リリーは旅の途中でさまざまな魔法の楽器を手に入れます。これらの楽器はそれぞれ特別な力を持っており、リリーの戦いを助ける重要なアイテムとなります。音を操る笛。この笛は音の波動を操り、敵を混乱させたり、仲間を守るバリアを作り出すことができます。時間を操る時計。この時計は時間を一時的に止めたり、過去や未来を除くことができます。風を操るハープ。このハープは風を操り、敵を吹き飛ばしたり、仲間を素早く移動させることができます。リリーはこれらの楽器を使いこなし、次なる冒険に備えました。第9章、奇跡の妖精治療。傷ついたリリと仲間たちは、再び伝説の魔法の動物病院を訪れます。ここで奇跡の妖精たちがリリの仲間たちを治療し、彼らの力を回復させます。妖精たちはリリーのバイオリンの音色に合わせて魔法の治療を施し、
仲間たちは次第に元気を取り戻していきました。リリーは妖精たちに感謝し、再び冒険の旅に出る準備を整えました。第10章最終決戦。リリと仲間たちはマイディの一族との最終決戦に挑みます。彼らは魔法の楽器と未来の技術を駆使し、強力な敵に立ち向かいます。リリーのバイオリンの音色が戦場に響き渡り、仲間たちの力を引き出します。最終的にリリと仲間たちはマイディの一族を打ち破り、未来の世界に平和を取り戻しました。リリーは自分の使命を果たし、時空を超えた友情と絆を深めることができました。エピローグ。リリーの冒険は続きます。彼女は魔法のバイオリンを手に、時空を超えてさまざまな世界を旅し、出会った仲間たちと共に困難を乗り越えていきます。彼女の音楽は時空を超えた友情と絆を紡ぎ、世界のバランスを保つための力となるのです。リリーは過去の世界で出会った犬や未来の仲間たちと再会し、それぞれの世界で新たな冒険を繰り広げます。彼女のバイオリンの音色はどんな困難にも立ち向かう勇気を与え、仲間たちとの絆を深めていきます。ある日、リリーは新たな楽譜を手に入れました。その楽譜にはまだ見ぬ世界への扉が描かれていました。リリーは微笑みながらバイオリンを手に取り、新たな冒険への期待に胸を膨らませました。どんな世界が待っているのだろうと心の中でつぶやきながら、彼女は一歩を踏み出しました。リリーの冒険は終わりを迎えることなく、彼女の音楽は永遠に響き続けるのです。